皆さんこんばんは、ミリプーです。今日は手帳がまた増えたので、その使い道などを含めて紹介していきたいと思います。で、増えた手帳はもう一目瞭然サニー手帳です。ウィークリーにしました。色はね、サニーといえばイエローなんで黄色にしました。で、なぜこのタイプにしたかというと、バンドタイプ、ゴムバンドのタイプのイエローとなんか若干色味が違うんですよね。こっちの黄色、多分サイトで見た感じで、私はこっちの色の方が好きだったんで、もうこっちにしましたっていう理由です。で、この手帳の使い道なんですけれども、家族家事手帳にします。サニー手帳ね、ずっと本当使ってみたかったんですけど、女子力高い手帳って私は思ってて、サニー手帳なので、遠くから憧れの、女子力のない私は憧れの存在としてちょっと見ていたわけですよ、ずっと。私なんかが使っても大丈夫かしら、似合うかしらみたいな感じで、でもそこを思い切ってちょっと今回もう使いたいと思ったんで、使ってみることにしました。でね、もう中身見て、このインデックスとかも貼ったんですけど、やっぱりね、女子力高いなって思いますね。こういうね、本とかいろいろね、どういう風に使おうかってところなんですけど、まず年間。で、年間は、マス目になってるんで、例えばお掃除のチェック、お掃除の箇所、トイレ、お風呂とかキッチンとか、そういうのを書いてって、最後ね、洗濯したかどうかの洗濯ちょっと欄は欲しい。で、やった日に色塗りしてって、見える化しようと思いました。でね、ここの欄がちょっと細いんで、なんかほら、漢字とか書いて潰れちゃうか心配なんですよね。だからもしかしたらここに玄関とかキッチンとかトイレとかそういう風に書いていこうか悩み始めてます。で、月間。マンスリーはここに半分で欄が区切られてるので、上は自分の予定、下は家族の予定を書いていこうと思います。で、ここでね、1個、この20冊全部見せますっていう最初の動画で、この手帳を父親デイサービスとかに通ってて、ケアマネさんがついたりしてるんで、その予定とか連絡来たことを書きますって言ったんですけど、それはサニー手帳に移行します。10月11月使ってて、マンスリーはその予定があるからね、デイサービスとか病院とかね、埋まるんですよ。ただフリーのページは、ケアマネさんから何かしら連絡がなかったりしたんで、結構白紙だったんで、うちに遊びに来た時に何食べましたみたいなことしか書けなくて、これフリーのページの意味がないなと思って、こっちに移すことにしました。で、消えたマンスリーはどこへ行ったのっていう話をちょっと話それるんですけど、ちょっと聞いてほしいんでします。で、これが、文具と手帳のノートです。2023年のマンスリーを切った余り使ってます。こっちに移しました。切って。なんでマンスリーがこの手帳に欲しかったかっていうと、そのイベント、ほら紙博だったり文具女子博とか、あとは限定のロルバーンの発売日とか、ほら9月とかになればね、ほぼ日とか出たりするじゃないですか。その予定を書きたい。そのためにそれをちょっと見るマンスリーが欲しいっていうので、いただきまして、こっちに移しました。はい、余談です。で、サニーに戻りますけど、マンスリーはそういう形で私の予定、家族の予定使ってきます。で、問題のこの週間ウィークリーページなんですけど、メインのね。で、メインのこのウィークリーのページは、1日にここと、で、ここの
間にちょっと点が1個あるんで、こういう使い方もできる。けど、基本的にはこう。で、ここ区切られてて、で、ここ残り方が1日分ずつ区切ることもできるし、1週間こうバーっと使うこともできるんですよね。で、この使い方で私はまだどうしようか悩んでて、最初に思いついたのは、ここに家事のトゥードゥと、私の予定があれば、それを書いていって、トゥードゥチェックしますっていうのと、で、ここは他の家族の予定。で、ここも縦に1日ずつ区切って、父親とかに連絡がなんか来たら、こういう連絡あったよとか、ね、他の家族に関してもそういうなんか連絡があったよとか、こういうのやんなきゃいけないとか、そういうのがあったら書いていこうかなって思ってたんですよね。で、あと夕飯の献立書いて、次の週献立考えるのに被らないようにとか、って思ってたんですけど、結構付箋を使って手帳を管理してる人の動画を見て、いつから眠ってたのかな、このココ付箋。本当に3年ぐらい以上は眠ってるんじゃないかぐらいの付箋をちょっと使ってみたくなって、で、その to do 選択とか書いといて、じゃあこの日やろうかなって貼るじゃないですか。で、やらなかったら、じゃあ明日にしようとか、ね、掃除も、じゃあ今日玄関の掃除しようかなって貼っといて、でも、やっぱ明日がいいとか、時間できたから前出しにしようとか、付箋を動かしてそういう管理をしていって、で、実際にやったらやったことを書くっていう使い方をしたいなっていうのがあって、ここの部分はその2通りのやり方で今悩んでます。使いながら変えてってもいいのかなって思うんですけど、なんかね、この大人可愛いサニー手帳をぐちゃぐちゃに使いたくないなっていう気持ちもあったりして、でも試行錯誤してね、自分に合った使い方を見つけていかないと納得のいく手帳の使い方ってできないから、最初からなんかね、何も間違いなく綺麗に使おうっていうのも難しい話ではあるんだよね。だから綺麗に使いたい気持ちもあるけど、いろいろ変えてってやり方を見つけようかなって思ってます。母艦にねした自分手帳もね、バーチカルの部分とかもいろいろ試行錯誤の跡があってガッタガタなんですよね、今。まだね定まってないんで、そういう使い方しようかなと思ってます。あとはね、フリーのページがあって141ページもあって、これ全部多分使い切れないと思ってるんですけど、インデックスあって、ここにねページ数振ってあるんで、おそらくこれは26年に初めて作った料理のレシピをメインに書いていこうと思ってます。ちょっと大きい写真貼って、メニュー名書いて、材料を作り方とかねしていこうと思って、あとはね、それでもページが余るんで、後ろの方は家族の情報、離れて住んでるから住所だったり電話番号だったり、かかりつけの病院とか持病とか何の薬飲んでるかとか書いといて、もしも何かあった時にすぐ対応できるように、できたらいいなって思ってます。で、それでもページが結構余るんで、もし何か思いついたら、インデックスがあってね、レシピの間に何か挟んだとしてもどこに何が書いてあるかね、すぐわかるんで、書くことができたら差し込んでいこうと思います。でね、あと
このサニー手帳を使うにあたって私が今悩んでるのはメインの黒ペンをどうするか、あとシールはマンスリーはねパッと見て誰がの休みかって分かるようにとか予定が分かるようにしてもいいのかなと思うんで、マンスリーはシール使おうと思ってるんですけど、こっちでも誰の予定かとか分かるようにこっちもシールを許そうか許さないか、許す許さないって言い方ちょっと厳しいと思うんですけど、貼ろうか貼るまいか悩んでて、デコはねあんまりシンプル大人可愛い手帳として使っていきたいので、デコはしない方向でいて、であとねカラーペンどうするかっていうのもあって、そうどうしようかなと思って、こういう綺麗なのペールカラーみたいな薄い色だったら、良しとするかっていうのも今悩んでて、あとは文字に色をつけるかどうか、つけるとしてもユニボール1 0.38 だから細いから、それは OK にしようかとかあとねスタンプもどうしようかとか、例えばお掃除の洗濯とかお掃除のスタンプがあったり、トゥードゥも付箋を使うやり方をしない、付箋を使わないやり方でここにトゥードゥをしてって、本当は最初やるやつを書こうか悩んでたりしたんで、そのやり方でやるとしたらスタンプを使うかどうかっていうのも悩んでますね。スタンプとかね結構裏写りするとか裏抜けするみたいっていうのを検証してる動画も何本か見たんですけど、それを見てどうしようかなってちょっと悩んでてっていうのもありますねなんかね最近手帳のことはねサニー手帳のことばっかずっと考えてて、サニー手帳のこのウィークリーの使い方の動画を探してみたりとかしてるんですけど、私の中でねまだちょっと考えがまとまってないんですよね。まとまってなくてもうね、だって今日ね11月24日なんですよ。もう1週間しかないよ年間チャートは1月からだけど、マンスリーとこのメインのウィークリーは12月1日からね使えるんですよ。だからねどうしようかと思って悩んでるなんかねずっと早く12月になんないかな、早く使いたいとか思いながらも、なんか使い方まとめるまでにはまだ時間あるからいっかなとか思ってたんですけどね、もうこんな日になっちゃってちょっと焦り出してる焦ったままやりすぎてもいい方向には向かないんで、ちょっとねこの1週間またちゃんと研究をして考えなきゃいけないなと思ってるんですけど、あとは書きながら自分のやり方をね確立していくしかないかなっていうのも、さっき言ったかもしれないけどあって、そうね、そこはまだ悩んでますね。to do 書いてやるか、付箋を使って to do は動かす、やったことだけを書くで、ここもまとめて1週間分の思ったこと、感じたこととかね、必要なことを書くか、1日こうやって区切って書いていくか。でここも使い方は多分私以外の家族の予定を書くっていうのでまとまってますね。夕飯の献立をそうね、ここ1日で使うとしたらここに書いてここに書こうかとかね。そうで今思ったんですけど、多分っていうか、なんでここに家族の予定を書いてるのにこっちにも同じこと書くのかなっていう疑問を感じてる方がもしかしたらいるかもしれないなって今ちょっと思っちゃったんですけど、私結構同じ手帳のそういうこの書き方が違う場所に同じことを結構書いたり、他の手帳にも
自分の予定書いたりとかしてるんですよね。結構ね、手間じゃないかとかね、思うかもしれないんですけど、私は、見たい情報があった時に、他の手帳を引っ張り出してきて、探してみるっていうのを省きたくて、で、この手帳のこのページだったら、例えばね、今週じゃあ、週末会うとか、どっかで会うとかなった時に、ここで予定を見て、じゃあここで、何時頃なら空いてそうかなって、多分時間なんかあったら書くだろうし、っていうのもここでわかると予定が組みやすいなって思って、で、こっちはただ単に、予定何があります。何時からって決まったら書くかもしれないけど、1ヶ月でバーって眺めて見るんだったら、今週どうよって話になったら今週だけここで見て考えられるから、そっちの方が楽だなと思って、こっちにも予定書くし、こっちにも予定を書くし、みたいな感じなんですよね。今月どっかで会いませんかってなったら、多分私はこっちを見て予定を考える。で、今週どうですかって言われたら、その週を見て予定を考えるみたいな、そういう使い方をしたいんで、同じ手帳のその場所、違うところに同じことを書いたりする。見方変わるから、っていう感じですね。自分の予定もほぼ日の日記に書いてて、そのほぼ日の日記には、自分が行きたいイベントだったりとか、ゲームの発売日とか何でも書いたりして、で、それもパッと見て、日記で、日記を書くにあたって必要かどうか置いといて、日記を見たときに、私この日何してたんだっけとか、他何があった日なんだっけっていうのをパッてその日記で見返せるじゃないですか、一発で。それバラバラに書いてたら、多分、自分の予定はこのサニー手帳を出す、ゲームの発売日あるかもしれないと思ったらゲーム用の手帳を出してきてそれを見る。で、その文房具の発売予定が知りたいなと思ったら文房具の手帳を出してきて、それ見るしないといけないんで、そうすると、もうどこに何書いてあるかもわかんなくなっちゃうんで、その手帳を見るにあたって必要な情報は、たとえどこと被ろうが、一冊にまとめて、それで完結できるようにするっていう形にした方が、私は手帳を使いやすいと思ってるんで、そうしてます。なんかね、ちょっと長くなっちゃったけど、同じことをいろんなところに書いてるのはそういう理由があるからです。そんなこんなでサニー手帳を来年1年間この家族家事手帳として使っていこうと思っています。はい。なんか長くなっちゃったんだか短くなっちゃったんだか、話があちこち飛びましたけど、多分じゃないな。実はもう一冊手帳が増えてるんで、ちょっと1冊2冊ぐらい増えてるのかな。こっそり紹介してもいいですか？ちょっとサニーじゃなくなったけど、おまけね。紹介してもいいですか？これプラザで買いましたね。米津祐介さんという方のイラストの手帳です。でね、これは何にしたかったかっていうと、ただ単に持ち歩く手帳を私は今年作ってなかったんですよ。で、この手帳を見たときに、持ち歩く手帳私持ってない、欲しい、これ持ち歩きたいなーって思って買っちゃいました。で、何を書こうかなーって今考えてて、おそらくその自分がワクワクしそうな、そうね、文具女子博とかね、紙博とかね、なんかそういうのをちょっと書いたりとか、予定はね、していこうかなと思って、今んとこつけてる予定はね、ちょっと10月にお空に書いちゃったうさちゃんの月命日だったり、あと、もう一人うさちゃんが次女と呼んでるうさぎがいて、その子の
まあうちの子記念とかお誕生日とかしか書いてないんですけど、でね、このもうウィークリーになってて、でウィークリーも何を書こうかなって考えてるんですけど、もしかしたらもうね、手帳がさおしゃれじゃないですか。こうイラストが素敵で、だからなんかそのおしゃれな生活を妄想する日記とかね書き始めるかもしれないなとか思ってたり、まあなんかそういうなんだろうな、意識高い系じゃないけどおしゃれじゃないけど、まあそういう出来事だけを書くのかな。まあでもわかんないけど、まあ出かけてなんかこう書きたいなってことがあったら多分書いていくんだろうなと思って、まあね、ここはまあね、全部真っ白にするつもりはないんですけど、まあ間が空いてたとしてもイラスト素敵じゃないですか。だからね、こう見てるだけでも結構楽しいんですよ。素敵だなとか思って、なんか気持ちが現れるというか癒されるというか、まあなのでちょっとね、持ち歩く用としては少しちょっと大きめかなとも思ったんですけど、これね持ち歩いてみたいなって思って買いました。ロフトで見つけたんですけど、なんかね、トゥードゥだけを書く手帳っていうのがあって、そこは手書きでマンスリー入れられるんですけど、残りのページは全部トゥードゥを書けるようになってるんですよ。で、私トゥードゥを書くメモ帳とかがずっと欲しくって探してたんですけど、まあなかなかこう自分が納得いくやつに巡り合えなくて、100均でこうチェックリストっていうのが売ってて、今これを使ってるんですけど、ちょっとね紙がツルツルしててね、書き心地があんまり好きじゃなくて、で1枚剥がすと結構長いんで、なんだろう、こうね、ところどころボコボコねトゥードゥが開いちゃったりとかしてね、なかなか全部埋まらなくてね、まあある程度こうチェック入れてきたらまた次もう縮めて書き直して次書き足してみたいなのに使ってたんですけど、それだったらまあこれ家置きかな、持ち歩くかな、どうしよう、わかんないけど、これでずっと残ってるから書いといて、残ったトゥードゥは残したままにして、まだ残ってますよってどっか付箋貼っといて、こうずっと使ってってもいいのかなと思って、ちょっと面白いの見つけちゃったんで買ってみました。閉じるとなんかね、ここキラキラしててかっこいいんですよね。ちょっと傷もついちゃったけど、なのでちょっとこんなのも買ったりしてます。今日はまあおまけいろいろ言っちゃいましたけど、サニー手帳増えましたというお話でした。また新しい動画ができたらお会いしましょう。じゃあねー。